新幹線って何気なく乗ってませんか？これ冷静に考えるとありえない乗り物です。韓国の高速鉄道とは考え方が全く違います。これは移動手段じゃない、日本という国そのものだと思ったです。今日は新幹線に乗って分かった異常な理由を話します。なぜあの値段で誰も怒らないのか？なぜあそこまで静かで当然なのか？なぜ地方まで血管のように繋がっているのか？なぜ1分の遅れに全力で謝るのか？なぜ50年前の技術が今も未来なのかって話です。一つ目は高すぎじゃないのって話なんですね。高いのに誰も怒っていないんですよ。例えば東京新大阪指定席で約1万5000円くらいすると思うんですが、それでも新幹線値下げしません。日本では新幹線が最初から高い移動手段という前提で設計されてるんじゃないですか。韓国人の僕からしてかなり異常のように最初感じました。例えば韓国の高速鉄道 KTX、これソウルからプサンまで日本円で換算すると5000、6000円ぐらいするんですよ。だから国民の足的に若者、家族、帰省客が気軽に使えるという長所があります。だから僕はそのイメージで日本に来てしまったんですから、なんか高くないって文句言ってしまったんですね。でも何度も乗るうちにちょっとずつ分かってきました。その代わりに売ってるのが信頼と安心だと思ったんですね。ドアが閉まる音とか、発車時の低く抑えた振動とか、座った瞬間に来る、もう大丈夫だという感覚ありますよね。体験するものが毎回価格に見合ったものを提供するからですね。2番目、なんでこんな平和なのってことですね。この静かさっていうのは偶然じゃなかったっていうことです。で、日本の新幹線、どの車両に乗っても、どの時間帯でも、どこに行っても体験ほぼ同じかもしれません。座席の硬さ、空調の温度、通路の広さ、照明の明るさ、掃除の仕上がり、全部が均質しているように感じるんですね。しかも静かじゃないですか。誰かが静かにしろと言ってるわけでもないじゃないですか。でも自然に声が落ちるじゃないですか。電話しない、騒がない、足音まで丸くない。これマナーの奇跡じゃないかなというふうに思っております。韓国の KTX も、設備は十分かなというふうに思います。座席も広いし、スピードも結構速い。ただ、韓国の文化としては、時間帯とか客層で、音量変わってくることもあります。ちょっと騒いでもいいかなという空気感があります。この話は世界から見れば、むしろ韓国の方が自然で普通かなと思ってるんですよ。でも、日本がここで面白いところは、日本人としてもマナーがあると思うんですけれども、AR 側からも自分たちでやるぞという感覚がある気がするんですね。象徴的なのが新幹線の7分間掃除あるじゃないですか。あれはもうパフォーマンスじゃないと思ってるんですね。もう芸術の領域だと思っております。短時間でゴミを完全に消し、床を整え、空気を入れ替え、次の乗客に新品感を出す。この再現性がもう朝6時から23時まで毎回成立している。だから日本の新幹線は、公共空間としては理想なんじゃないかなというふうに思うんですね。そこに乗っている人たちでマナーを守ろうという意識もあるんですけれども、それも会社側からさらにコントロールしてくるっていうことがあると思います。で、3番目の話はですね、路線の密度が半端ないというところです。皆さん、日本の地図を少し見てください。すると、ある違和感に気づくんですよ。新幹線伸びすぎじゃないってことです。東海道、山陽、東北、北陸、九州、北海道、日本列島、ほぼ縦に横に貫通しているんですね。しかも、新幹線を軸に在来線が枝分かれして、私鉄と地下鉄が吸い付いて、駅前と都市機能が集まるじゃないですか。雪を降りた瞬間、次の移動がもう完成しているじゃないですか。日本の地方都市は新幹線が来る前提で作られているんじゃないですか。駅前にバスターミナルあるじゃないですか。駅前にホテルあるじゃないですか。商業施設あるじゃないですか。という、車がなくてもなんとかなる、この設計思想が地方にまで浸透しています。一方、韓国は、地理的な要因が大きいと思うんですけれども、KTX の幹線は非常に強いです。ソウル、プサンとかソウル、クァンジュとか、大動脈はしっかりしてるんですね。ただし、韓国はそういった都市に人々が集まっていますから、地方諸都市で行こうとするとアクセスがかなり限定的になってしまいます。例えば高速バスだったりとか、タクシーとか車が主役になってしまうんですね。だからその鉄道インフラというよりかは、車に依存してしまう、そういった地理的な理由があります。だから、日本に来て新幹線が骨格としてあれ、さらに在来線とかバスが血管のように膨張させてくる。これ人の流れ、物の流れ、経済の流れがもう流れるようにする。
で、4番目は、なんで1分遅れに謝るのってところです。海外の人からしたら違和感すぎる。もう日本の新幹線、もう平均の遅延はもう数十秒単位な気がします。1分でも車内アナウンス流れる、もう遅れて申し訳ないですみたいなことを多分1分遅れでも言う気がするんですけども、これ冷静に考えると、おかしいということですね。もう台風が来ても雨が降っても雪が降ってても地震の余波があっても運行が可能であれば、もう限界まで運行を続ける。その中でも遅延させないというのがあるんですね。朝6時から夜23時まで。遅延が発生したら、その遅延説明書があるし、仕事、学校にも提出されます。この時間という感覚が社会の責任にもなってますね。もちろんですよ、韓国でも定時運行は重視されています。ただ、強要される幅っていうのはもう少し広いんですね。だから少し遅れる前提で皆さん行動したりとか、遅れても説明完結で形式契機だったりとかするんですね。だからその時間というのは調整するものという感覚が残っています。これも世界で見たらそういった感覚という方が多いと思うんですね。特に一部の国では1時間遅れるとか当たり前で別に遅れてもそうなんだぐらいで終わってしまうんですね。だから日本に来て遅れないことをびっくりでしたし、それを乱さないように努力しているところ、それシステムとして作っているところも面白いなというふうに感じるんですね。その1分1分で予定を壊さないように、社会全体で時間を守らせるように契約されているような気がします。日本それを誇らない。だから淡々と当たり前のような顔で今日も新幹線は走ります。ここまで来ると皆さんわかるかもしれないです。新幹線はただの速い電車じゃなくて、日本という国、日本人の性格が反映されているかもしれないというところですね。最後5番目、50年前からやっているのに古く感じさせないという異常です。これですね、一番怖い話です。新幹線が走り始めたのは1964年、戦後わずか19年ですね。世界で初めて時速 200km 超えということを日常にしたんですね。そこからずっとやっている。しかも事故による死亡者はゼロである。これは50年近く続けてきてるんですね。普通でですね、こういうものって古くなりがちだと思うんですね。その設計思想とか設備とか、でも新幹線は最初の感覚そのままでつけてきてるじゃないですか。綺麗で、もう時間を守っていて、静かで安心できるようなその感覚を社会が変わる前提で少しずつ確実に誠実に修正を積み重ねていくっていうような感じがします。だから新幹線って、特に新しいことを見せようともしてないかもしれないんですけれども、だからといって、世界のトレンドに置いていかれてもないような気がするんですね。だから僕がその新幹線を見て感じた面白さっていうのは、同じことを50年以上ちゃんと時間をかけてコツコツとやり続けている安定性かなというふうに思うんです。だからここで交通機関とか速い乗り物というキーワードだけでは収まらなくて、日本人の価値観とか考え方を走りながら説明しているような乗り物、それが投影された存在だと思うようになりました。もう1964年、僕その時代いなかったんですが、世界を驚かせたんでしょうね。日本がここまでやるのかっていうのが世界を驚かせたと思います。それからずっと安全を積み、時間を守り、静けさを設計し、50年間以上続けている。でも、派手な自己主張じゃなくて、気づいた人には分かるような感覚があるというふうに思うんですね。このような日本人の技術力とか哲学を生かしたものというのが、これからも日本からどんどん生まれてほしいなというふうに思っております。で、僕の場合はサイエンス、科学とのゆかりがあるので、ぜひそのサイエンスとか、ビジネス側から僕が社会人になった時に、そういった、日本の、技術力に、お手伝いできればというふうに思っております。これは僕が、人生をかけて成し遂げたいテーマの、一つでもあります。ってところで本日も新幹線の話題ってよくある気がするんですけども、私の視点からの新幹線を説明しました。よかったら他の動画を見てくださいね。以上、パクでした。アニョン。